こんにちは、粟田洋介です。人から喜んでいただける似顔絵っていうのは、その似顔絵がその人に似ている必要なんて全然ないんです。さらに言うと、似ていない方がいい場合もあるんだと思います。今日は人に喜んでいただける似顔絵についてお話ししようと思うんですが、そのお話をしようと思ったきっかけは、最近こんなアプリで私と猫が写っている写真をジブリ風とか、あとは何風なんだろうこれ。そんな感じに AI に絵を描いてもらいました。一つ目の写真は昨日夜中に私の猫が来て膝の上に座ってくれたので、それを自撮りしたものなんですが、それをこのアプリでジブリ風に描いてもらうと、こんな感じに出てきました。それでもう一つはこれは何風なんだかわかんないんですけど、こんな感じになりました。それで面白いなと思って、もう一枚、これ何ヶ月か前にまた別の猫と撮った写真なんですが、今ここにいる猫ですね。ちょっと私が間抜け面でこんな風に写ってるんですが、またこのイメージで描いてもらったら、こんな感じになりました。それから同じ写真をジブリ風に描いてもらうと、こんな感じになりました。なんか私の顔がすごくイケメンで、それで何十歳も若く見えるので、私はすっかり嬉しくなってしまいました。そしてそこに人が喜ぶ似顔絵のヒントが隠れているので、この話をします。これからお話しすることに関して誤解のないようにあらかじめお伝えしますが、私はいつも似顔絵を描くときに描かせていただく方のことを素敵だなぁと思いながら描いています。もう一枚の写真の方を元にしたこの絵なんですが、こっちの方が年を取っていて、こっちの方が私に近いのかもしれません。というよりも、こっちの方が私よりもイケメンなのかもしれません。ですが、こんな風にシワまで描かれているので、私はあんまり嬉しくありません。ですが、もう一枚のこの絵、こっちは私に全然似てないんですけど、こういう風に描いてもらった方が実際に似てなかったとしても、私は嬉しいわけです。ただ私の写真を元に描かれているので、若干私のイメージっていうのは入ってるわけです。似顔絵が似ているかどうかっていうのは、その程度似てれば十分なんです。人によっては、これ私の似顔絵だよとか言って見せたら、冗談じゃないって怒り出す人だっているかもしれません。しかし、描いてもらった本人は大満足なんですよね。そんなわけで、似顔絵っていうのは似てるか似てないかっていうことよりも、本人が満足するかしないかっていうことの方が大事っていうわけです。まあ画家としてなんですが、もしも自画像で自分をあんな風にかっこよく描いてしまうと、ちょっとね、なんだこいつ何を考えてるんだということになるかもしれません。別の動画で同じ話をしたことがあるんですが、大学の時のアートの先生が自画像っていうのは自分よりも素晴らしく描いてはいけないと言っていました。今思うとその時理由を聞かなかったのに後悔してるんですが、理由を聞かなくても私はなるほどと思いました。これは私自身の解釈なんですけど、アートはコミュニケーションです。だから絵っていうのは人に何かを伝えるっていうことと等しいんだと思います。なので自分自身を自分以上にかっこよく描いて、これが自画像だって見せた時に、自分は美しいんだって言ってるようなものなのかもしれません。ということは、アートはコミュニケーションなので、その絵を見た人は、あなたはそんなにかっこよくないですよ。何か勘違いしてるんじゃないのってことになりますよね。ただそれは私の考えで、私はそうしたくないっていうだけで、自分のことを自分以上に美しく描きたければ、それは本当個人の自由なので、好きなように描けばいいんじゃないかと思っています。最近私は自画像っていうのを描いてないんですけど、かなり前に YouTube 動画で一度自画像を描いたことがあります。その時描いた自画像はこんな感じでした。なんか似てるような気もするんですが、ちょっと自分が好きじゃない自分の顔の特徴を強調して描いたので、ちょっと似てても嬉しくないかなって感じなんですが、たまにはこういうのもいいかなと思います。もう30年以上前になりますが、私はよく自画像を描いていました。絵を描く練習をするのに鏡を見ればいつでもモデルがいるわけですからね。まあある程度の年になってからは鏡なんかもう見たくもありませんけどね。
まあそれは置いといて、確かに自画像を描くのはいい練習になるんですけど、自画像を描くのと似顔絵を描くのとでは気持ちの面でだいぶ違います。自画像は自分の顔を描いてるわけですから、誰に気兼ねをすることもないんですけど、人の似顔絵を描くっていうのは、特に気を使っちゃうような人だと、まあ人によっては緊張しちゃったりとか、余計な気を使っちゃう場合もありますよね。それでさっき似顔絵は似ている必要がないって言ったんですけど、私は学生の時、たまにチャリティーとかで人からお金をいただいて似顔絵を描いていました。まあその時もそうだし、学校の授業でクラスメートをモデルにして描く時も、描かせてもらった人ほぼ全員が似ているっていうことで喜んでいました。だから似せて描くっていうのは喜んでいただける一つの要素だと思います。それでその頃私は結構波があって調子が悪い日っていうのもありました。だけどたまに私はこんな感じで似顔絵を描くことがありました。こんな感じだと波とか関係なしに描けて、それで結構特徴を得てるのでみんな喜んでくれました。今思うとそんなに洗練された絵じゃないんですが、もしかするとこれが今の私のスタイルの原型になっているのかもしれません。まあこれは私の場合なんですけど、人それぞれ得意な描き方っていうのがあると思います。なのでどんな絵の描き方でも、どんな作風でも、その人それぞれの特性とか得意な手法とかがあって、その特性を生かして似顔絵を描いたら面白いんじゃないかと思います。相手に喜んでいただく似顔絵を描くっていうのは、人に合わせて自分の個性を出さないということではありません。自分の個性は全開にしてもいいんです。自分の個性からなるスタイル、作風ですね。その作風で描けばいいんです。なぜなら、その作風を見て描いてほしい人が作家を選ぶんです。営利目的でも個人的な楽しみでも似顔絵を描くっていうのはすごい楽しいことです。ちょっとこれはまた別のスケッチブックで30年近く前のものなんですが、私はその頃ペンテルの筆ペンがすごい気に入ってしまいました。その頃私は形を崩した作風で絵を描き始めたいなと思っていた頃です。そしてこの1ページ目っていうのが自画像です。でちょっと実家に帰っていた時で、これ私の母で実際よりも恐ろしい顔で描かれています。夜だったので光の当たり方もこんな風に面白くて、なんかすごい楽しかったですね。これが私の姪です。まだ小さい時ですね。これが私の姉なんですけど、恐ろしい顔で、さっきの母の顔も恐ろしい顔で、なんかこの日の晩は筆ペンで家族の絵を描いて、それで描かれる絵もこんな感じで、もう家族全員でなんかすごく楽しかったのを覚えています。それで筆ペンがすごい気に入っちゃって、友達と旅行に行った時も似顔絵とか描かせてもらって、なんかこれとか、これとか、これとか、なんかクレイジーな感じですごく面白いんですけど、これは私のことも私の絵のこともよく知っている人たちだったので、あんな感じで描いてもあの絵の雰囲気とかそういうのが面白くてすごく楽しかったんですけど、まあ知らない人とかそれほど親しくない人に似顔絵を描くって言ってこんな風に描いたら、まあ知ってる人でもちょっとノリが違う人とかユーモアのセンスとかが違う人だと、怪しい顔とか恐ろしい顔とか醜い顔とかに描かれたら、大概の人は嬉しくないどころか腹が立つんじゃないかと思います。でもよく知らない人の中にも面白いのが好きな人っていうのは、自分の顔をクレイジーに描かれるっていうのが嬉しい人たちもいます。私自身は特に似顔絵画家とかじゃないんですけど、たまに簡単な似顔絵を描かせていただくことがあります。ご覧いただいているように私は鼻を描きません。それから口も一律にこういう感じの口にしています。なんとなく似てればいいので、この辺の部分は描かなかったり単純化しています。コンプレックスを持っている人もいらっしゃるかもしれないので、そういった部分は描かなかったり単調化させたりして、違う部分で特徴を捉えていくっていうのが私のスタイルです。何がコンプレックスなのかっていうのは、第三者からはわからないことも多いと思います。私が見て素敵だなと思っているお顔の部分が描かれる本人は好きじゃないとか、すごく嫌で気にしているとかっていう場合もあります。なので最初から描かないとか、形を統一してしまうっていうことによって、知らずに人を傷つけてしまうっていうことが防げると思っています。そしてそれが私の作風なのかなと思えば、不自然に感じないと思うんですよね。
また、私が似顔絵を描くときは、そのお顔の形だとか、その他の見た目の特徴っていうのは、もちろん参考にするんですけど、それに加えて、描かせていただく方に対して好奇心を持って接するようにしています。愛ある好奇心ですね。そうすることによって、その方のイメージっていうのをつかむことができるし、私自身、会話を楽しみながら楽しく絵を描かせていただいています。絵を描きながら私はその方が存在しているっていうことを心から感謝して、その気持ちが作品を通して伝われば私は幸いです。私がどんな感じで似顔絵を描いているかお見せしている動画もあるので、よかったらそちらもご覧ください。また、こちらは猫の似顔絵の動画なんですが、人間の似顔絵に関することもお話ししているので、こちらもよかったらご覧になってください。また、さっきお見せしたカラフルな自画像なんですが、こちらの動画で縄とか布を貼ってちょっと変わった描き方をしているので、よかったらこちらの動画もご覧ください。動画のリンクは概要欄をチェックしてみてください。そんなわけで、私個人の意見としては、似顔絵っていうのは、いかに似ているっていうことよりも、いかに喜んでもらえるような絵を描くっていうことのが大事だと思っています。そして人がどんなことを喜ぶかっていうのも、人によって違います。自分を美しく、かっこよく、魅力的に描いてほしいと思う人もいれば、そうじゃなくてもっとふざけた面白い絵にしてほしい。自分を妖怪みたいに描いてほしい。自分を気持ち悪く描いてほしい。自分を芸術的に描いてほしい。自分の顔をホラー風に描いてほしいとか、その他いろいろあると思います。だから、どんな作風の人であれ、その作風に合った感じで、そのモデルとなる人を描くっていうことはできるはずです。それは抽象画だとしてもいいんです。抽象画だとしたら、その見た目の顔とかっていうのを描く必要はないんですよね。一時期私は心の似顔絵っていうのを描き始めたことがあって、何枚も描かないうちになんか描かなくなっちゃったんですけど、例えばこんな感じの絵ですね。それから別の時期に同じ人の心の似顔絵を描いたのがこれなんですが、その具象的なことよりも、そのなんか雰囲気とかエネルギーとか、あとはその心っていうか性格的なものですね。そういったものを似顔絵と称して描くっていうこともできます。私が表現できることとか思いつくこととかはその程度のことなんですが、本当にいろいろなタイプの作家さんがいて、いろいろな考えがあって、私の思いつかないことっていうのはたくさんあるんだと思います。誰もが違くて、誰もが個性的で、誰もが面白くて、誰もが素晴らしいんだと思います。それは似顔絵だけじゃないし、絵を描くことだけじゃないし、アートだけじゃないし、全てのことがそうなんだと思います。それでなんか似顔絵の話とどんどんずれてきているので、そろそろ動画を終わろうと思います。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。